れではご法話いたします。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。南無高僧日蓮大菩薩御明飯は上門太夫殿ご返事に示してのたばく、当今は末法の初めの500年にあたりて候、かかる時刻に上行菩薩御出現あって、南無妙法蓮華経の語事を日本国の一切主上に授けたもうべきよし、経文分明なり、また流罪死罪に行わるべきよし明らかなり、日蓮は上行菩薩の御使いにも似たり、この法門を広むるゆえに人力本に曰く、日月の光明のよくもろもろの有名を除くがごとく、この人世間に行じてよく主情の闇を召すと云々。この経文に死人行世間の5つの文字の中の人の文字をは誰とかをぼ示す上行菩薩の最短の人なるべしと覚えたり、経に曰く我が滅度の後においてこの経を受持すべし、この人仏道において欠如して疑いあることなけん云々。とうとう日蓮在後半南無妙法蓮華経。それでは皆さん手を下ろして楽にして聞いてください。今日は令和3年の2月の21日です。先週の火曜日が2月の16日でした。2月16日というのがどういう日かパッと分かる方いらっしゃいますでしょうか。これ日蓮聖人のお誕生日なんですね。日蓮聖人がお生まれになったのが西暦の1222年です。で、日本の数え方、生まれた時を1と数える数え年がありますね。同じように1222年を1と数えた時に、今年2021年というのは800年目にあたるんです。ですから皆さん方ご承知のように、日蓮聖人のご生誕800年の記念の年がまさに今年にあたるわけです。ですから法華経寺でも今年どこかでその記念の法要をしたいと思っておりましたが、今こうして新型コロナウイルスが流行っております。で、今小さくそのような法要をするのか、それとももう少し状況を見てしかるべき時が来た時にもう少し大きな法要をするのか、先日の世話人会でも少しお話をしました。その時に私の気持ちとしては、今焦って小さなことをするよりももう少し様子を見て、できるなら今年ではなくて来年になったとしても大きめの法要ができればそのようにしたいと思って、お話をさせていただいたところでございます。ですので先週が800年目の記念すべき日蓮聖人のお誕生日ではありましたが、法華経寺としての記念法要は少し先送りをしております。でもこうしてそのせっかくの800年目の尊い年のお誕生日のすぐ後にあるこの定例祭では、やはり日蓮聖人のお話をしなければならないなというふうに思いました。今日皆さん方にこのリーフレットをお渡ししていると思います。もしあれもらってないよという方がいらっしゃったら、受付にありますかね。受付の方にありますので、どうぞ今からでも取っていただいて構いませんので見ていただければと思います。これが私たちの法華宗本門流で、この日蓮聖人ご生誕800年を記念して作られたリーフレットです。中はまた開いてみていただけると分かりますけれども、一つ開くと日蓮聖人のご生涯ということで、800年前鎌倉時代に日蓮聖人がどういうところでどういう活動をされたかということが地図の形で載っています。これを見ると分かりますが、日蓮聖人お生まれは千葉県です。そして当時の日本の首都である鎌倉を中心に活動しておられました。ですから日蓮聖人のご実績というのは関東が中心になるんです。それ以外にも
若い頃に比叡山や修学をするために近畿の方におられました。また流罪にあって佐渡の方に行っておられる。そのような800年前の日蓮上人がどういうふうにどういうところで活動されたかということが一目で分かるような地図になっています。それからこれをさらに開くと、日蓮上人のご生涯がどういうものであったか、お生まれになってからお亡くなりになるまで、その一連の事跡が書かれています。どうかまたお持ち帰りいただいて読んでいただければと思います。合わせて今年の2月16日、日蓮上人のまさにご生誕800年のその記念の日に、こういう本が出版されました。新潮社です。大手の文芸系の出版社ですね。こちらの方で佐藤健一さんという歴史系の小説などをよく書いておられる方ですが、この方が去年雑誌に連載しておられた小説をこの日蓮という表題で本を出版された。で2月16日に出たばっかりですので、まだ私が半分のちょっと手前ぐらいまでしか読めていません。これ日蓮上人のご生涯をたどった小説です。主人公はもちろん日蓮上人です。お生まれになって立教改宗をして、その後どのような生涯を送られたか。今私が読んでいるのがちょうど伊豆に流罪になったあたりです。まだまだこれからもいろんな波乱がありますけれども、それが分かりやすい小説物語の形で出ている。それと合わせて単なる物語ではなくて、その物語の中には日蓮上人がなぜ南無妙法蓮華経という心经を説かれたのかということが分かりやすく書いてあります。ですのでこれを読むことで日蓮上人の生涯、どんなことがあったかが分かるとともに、日蓮上人の心経がどういうものであるか、その内容についても分かる、非常にいい本だなと思って、まだ途中ですけれども読んでおります。多分今書店の店頭に並んでいると思います。皆さん方興味のある方、どうか書店の方で、手に取ってご覧いただければと思います。難しくはありません。訪問の話はちょっと難しいかもしれませんけれども、小説自体は分かりやすい物語ですので、多くの方に、読みやすいものであろうかというふうに思っております。このように日蓮上人のご生誕800年ということで、この小説にもおそらくこれを書かれた背景というのが何かあるだろうというふうに思います。日蓮上人門下、いろいろなところでいろいろな記念事業ということを考えてやっておられました。今日蓮上人門下、非常に日本国中多くあります。でも鎌倉時代、最初日蓮上人が南無妙法蓮華経を言い出された時には、たった一人しかいなかったんですね。日蓮上人ご自身しか。でも日蓮上人の人生の中で、これが仏法の真理なんだ、真髄なんだという熱い思いで活動された。そのことによって信者が少しずつ増えてきた、弟子が増えてきた。そして800年経った今、全国でさまざまなお寺、心経をする人がいらっしゃるわけです。先ほど拝読をした日蓮上人の御書、上門太夫殿ご返事というところですけれども、ここに日蓮上人がご自身のことを振り返って書いておられるところを先ほど拝読をいたしました。冒頭、当今は末法の初めの500年にあたりて候。お釈迦様が亡くなった後、次第次第にお釈迦様の本当の仏法が失われていくというふうに考えられていました。最初の1000年は正法、まだお釈迦様の教えがそのまま伝わっている。次の1000年が造法、像というのは形ですね。仏像なんかの像です。本体というよりもそれを似せた形だけが残っているのが次の1000年。つまりお釈迦様がお亡くなりになった後、2000年を経った後は末法、もうお釈迦様の本当の教えが失われてしまった、そういう悪い時代だというふうに法華経以前の信心では言われていたところなんです。日蓮上人がお生まれになったのがさっき言ったように1222年です。このことを日蓮上人は「はぎりどの御書」という別の御書の中で
自分が生まれたのはお釈迦様のお亡くなりになった後2171年にあたるんだというふうに書いておられます。それは当時の鎌倉時代の日本で信じられていたお釈迦様はいつお亡くなりになったかということから数えてのお話ですけれども、つまりその時期というのは今拝読したように末法の初めの500年、末法に入ってまだ間もない時代だというふうに書いておられるんです。かかる時刻に上行菩薩御出現あって南無妙法蓮華経の五字を日本国の一切主上に授けたもうべきよし経文分明なり。法華経というのはお釈迦様がお亡くなりになった後残された者たちのために説かれた教えなんです。自分が亡くなった後正法増法末法正しい教えが失われて何を指針にして生きていけばいいかわからない、そのような時にこの一番の薬をお釈迦様が説き残された。それが妙法蓮華経というお経なんです。そして南無妙法蓮華経というのはこの妙法蓮華経を信じますという魂、このお経と私たちとの関係を表すものなんですね。ですから法華経の中には南無妙法蓮華経という言葉はないです。でもこの法華経を信じる者はお父さんが作り残してくれた薬を子どもたちが飲んで癒されるように間違いのない良薬老薬なんだというふうに書いてある。それを末法にもたらす人は上行菩薩、上行くと書いて上行菩薩ですね。そのように法華経の中に書いてあるんです。それを末法の時代に日本のすべての人に授けるということが法華経の経文に明らかに書いてあるじゃないかというのが先ほどのところです。また流罪死罪に行わるべきよし明らかなり、これも法華経の中に末法の時代にその教えしかないんだけれどもこれが正しいんだというふうに説き広めようとする者は他の人になかなか理解してもらえない、攻撃をされる、迫害をされる。日蓮聖人の生涯というのはそのようなさまざまな迫害にあった生涯でした。でも日蓮聖人は自分が迫害を受けている、これはまさに法華経の行者は迫害を受けると法華経に書いてあるじゃないかというふうに、まさに心強いことだというふうに思って生涯南無妙法蓮華経を少しも曲げることなく伝え広めてこられたんです。日蓮は上行菩薩の御使いにも似たり、日蓮聖人は自分の信心、自分が愚教をしている、教えを説き広めていることは法華経の中に書かれた上行菩薩のお使いなんだ、それによく似たものなんだというふうにおっしゃっている。この法門を広むるゆえに人力本に曰く日月の光明のよく諸々の有名を除くがごとくこの人世間に行じてよく主情の闇を召す。これ今日も拝読をしました。皆さんお手元にお経本があると思いますので、お経本訓読の方を見られてもいいですけど、漢文の方でも人力本の最後の方ですね。この多くの方が持ってらっしゃると思うこの略用本ですと、ページ数は打ってないな、これページはありませんが、人力本の最後のところです。明日月光明農場小有名死人行世間濃滅主情案のところです。これを読み下しで読むと、日月の光明、昼間であればお日様、夜であればお月様、そのようなお日様とお月様の光がよく諸々の有名を除くがごとく、その光が暗くてよく見えない、わからない、苦しい、そういうものを払ってくれる。そのように死人行世間、この人というのは末法において法華経を説き広める人です。この人は世間に行じて世の中において法華経の信心こそ私たちを救ってくれる大切なものなんだというふうに説き広めることによってよく主情の闇を召す。
私たち人間がさまざまな悩み苦しみを抱えている、そのような闇をすべて払ってくれるんだ、それはお日様やお月様の働きと同じなんだという経文なんです。ここで日蓮聖人はそれを引用しておられます。この経文の中の死人行世間、この人世間に行じての5つの文字の中のこの人の人、人という文字を誰とかを示す。この人というのは一体誰のことだと思うか。上行菩薩の最短の人なるべし。法華経の中に説かれた末法に人々を導く上行菩薩、その人が最短再び生まれる、この世の中に実際に人間の形をとって生まれる、その人のことをこの死人行世間の人という言葉が指し示しているんだとおっしゃっています。経に曰く、我が滅度の後においてこの経を授事すべし、この人仏道において欠如して疑いあることなけん。これも人力本の最後のところですね。大賀滅道後お十字司教是人の仏道欠如無義。我がお釈迦様です。お釈迦様が自分が死んだ後、このお経が私が説き残した薬なんだ、それを授事して信じて保ちなさい。そのような生き方をすれば、その人は仏道において心がピシッと定まって、何も疑いも苦しみも悩みもない生き方ができるであろうというのが、この人力本の下の一番最後の部分なんです。日蓮聖人はこの人力本の最後のあたりを引用しながら、ご自身が先ほど申し上げたように上行菩薩の最短としてこの末法の世の中で法華経の信心を広めるのだという自覚をお持ちになっておられる。それとともに我に続けと私たちにおっしゃってるんですね。それが800年前に鎌倉時代に日蓮聖人が私たちのために説いてくださった教えなんです。それから800年が経って今があります令和の世の中です。それまで日蓮聖人がたった一人で南無妙法蓮華経と説き出された。それが周りの人に少しずつ伝わった。日蓮聖人もお亡くなりになります。その後そのお弟子さんがまた次のお弟子さんにお題目信仰を広げる。そのお弟子さんがまた次に広げる。そのようにしてお題目信仰というのは800年前の日蓮聖人という方お一人からこう伝わって伝わって伝わって今に至るんですね。私たちの門祖の日隆聖人は一気の水を一気に移すがごとくという表現をしておられます。一つの器に水を満たします。その水を次の空の器にさーっと水を移す。そしてまた次の器にさーっと移す。このようにお題目の信心というのがそのままにこう受け継がれてきて、今の本門八本南無妙法蓮華経の信心が伝わっているわけです。そして私たちはその信心をそれぞれの因縁によって誰かから聞きました。そして敬意によって信じました。そして今800年が経った時に安来法華経寺の中で共に南無妙法蓮華経と唱えています。その源は800年前の日蓮聖人にあるんだということを改めて思って、日蓮聖人ありがとうございます南無妙法蓮華経とお唱えをする一日に今日がなったらありがたいことだというふうに考えております。以上でご法話を終わります。南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙